日本語の種。こんにちは、ゆみです。このポッドキャストは日本語を勉強している人のために作りました。繰り返し何回も聞いてください。名前を呼ぶときにさんをつける。小さい子供の名前だったらちゃんをつけると習ったのではないでしょうか。ゆみさん。子供の頃はゆみちゃんと呼ばれていました。では、くんは誰に使うのでしょうか。くんはだいたい小さい男の子に使いますね。まことくんとか、たけしくんとか、そういう感じです。ある新聞社では9歳以下の男の子の名前にはくんをつけるという決まりがあるそうです。今もそうなのかはちょっとわかりませんが、一般的には年下の男の子の名前にくんをつけるというのが現代の日本だと思います。ところが日本の国会では国会議員をくん付けで呼んでいます。岸田文雄くんとか安倍晋三くんという具合です。現代の日本人の私たちが聞くとなんだか少し子供っぽいなぁと感じてしまいます。国会議員は小さいお子さんではありません。年齢の高い方が多いですから、なんか男の子を呼ぶような印象で違和感があります。まことプラスメンバーの方からも質問が来ました。なぜ国会でくんを使うんですか？ということで調べてみました。くんを使うのには歴史がありました。明治時代に遡ります。江戸時代には武士とか農民、商人といった身分制度がありましたが、明治時代になるとそれが廃止されました。ところが身分によって相手への継承が違います。安倍殿はどう思われますか？いやいや、岸田様のご意見を先にお伺いしたい。などと、もともとの身分によって、殿とか様などのように言い方が変わるので、とてもめんどくさかったらしいんですね。そこで、では、イギリスやアメリカの国会ではどうしているのかと調べてみたところ、ミスターをつけていました。じゃあミスターの日本語は何だろうということで探したところ、くんというのを見つけたそうです。相手を身分で差別しないで平等に呼び合おうということになったんですね。このアイデアは吉田松陰だったと言われています。吉田松陰というのは松下村塾という、大変有名な政治家をたくさん生み出した学校の先生だったんです。で、皆さんという意味で諸君と使うこともあります。この君の呼び方が一般に広まり、だんだん若い男性に使われるようになり、そして小さい男の子にも使われるようになりました。で、これが、この君の使い方が、明治時代からずっと続いている、国会では続いているというわけです。一般では若い男の子に使うんですけれども、国会では大人にも使うと。女性の議長が誕生した時にさん付けで呼んだこともあったそうですが、今は君で呼ぶというふうに、決まっているそうです。君という言葉になんだか壮大な歴史が秘められていたなと思います。このポッドキャストのトランスクリプトが欲しい人はまことプラスメンバーになってください。www.makotoplus.com を見てください。それではまた。日本語の種でした。